ようこそ薬剤師の不正管理のハッピーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。今回のこちらの動画では調剤薬局において取り間違いの多い医薬品をご紹介していきます。僕は薬剤師5年目なんですけど、今まで自分が取り間違えてきたものであったり、周りの薬剤師さんを見ていて、この医薬品は特に取り間違いやすいんじゃないかなっていうのを僕が思いつくだけご提案していきます。今回の動画を見ていただければ、これからね、調剤薬局の薬剤師として働かれる方に対しては有益な情報になってくるんじゃないかなと思います。この動画を通してインシデントの減少に少しでも貢献することができれば僕は嬉しいです。全力で動画を作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。On your mark?それでは早速チャプター1ですね、中身に入っていきます。こちらの部門では一般名処方に関する、取り間違いの多い医薬品の紹介なんですけど、大きく3つございまして、順番に説明していきます。まず1つ目ですね、ニフェジピンになります。こちら先発品名はアダラートになってまして、血圧を下げるための高圧薬治療薬であり、カルシウム拮抗薬に分類される医薬品ですね。ニフェジピンは現場で除胞錠として使われているんだけれども、この除胞錠が2種類存在するんですよね。それは L 錠と CR 錠っていうのが存在します。で、これ一般名処方でどんな違いがあるのっていうと、最後の語尾のね、時間が変わってくるんですよ。ニフェジピン除胞錠何ミリグラム、カッコで最後に12時間持続って書いてあると L 錠、24時間持続って書いてあると CR 錠になるんですよね。この語尾を見逃してしまって薬剤師さんが取り間違えてしまう、あるいは事務さんが入力ミスが起こってくる可能性がありますので、インシデントの可能性が高まってくるんですよね。最近では L 錠はね、どんどん使われなくなってきて、現場からね、目にすることが少なくなってるんですよね。アダラート L 錠に関しても販売中止になりましたし、今ジェネリックの L 錠に関してもなかなか流通が不安定で手に入りづらいんじゃないかなと思います。どんどん CR 錠にね、こう偏ってるね、状況ではあるんだけれども、現時点では後発品で L 錠も存在しますので、取り間違いが多くなってきます。なのでここは注意ですね。唯一見分ける方法としては、L 錠が1日2回で CR 錠が1日1回でね、基本的には使われてたりするんで、入力ミス、調剤ミスがあった時とかは、監査でね、ここで見つけていただければなと思います。ということで、1つ目がニフェジピンについてでした。それでは続いて2つ目ですね。この2つ目に関しては、先ほどのニフェジピンと同じようなミスが起こり得る医薬品になってます。2つ目の医薬品としては、テオフィリンでございます。このテオフィリンは、気管支喘息などの呼吸器系の疾患に使われる医薬品なんですけど、一般名処方の記載方法の違いとしては、テオフィリン除胞錠何ミリグラムの後に続くカッコの中ですね、12時間から24時間持続のものと、24時間持続のもの、この2種類が存在します。先ほどのニフェジピンとは違って、どちらも24時間持続っていう文言が入っているので、より見分けがつきにくいんですよね。特に初回の処方の時とかはこれを見逃してしまって違う方を患者さんに渡してしまうっていうインシデントがね、起こり得る可能性がありますよね。そしてこれニフェジピンの場合先発品の名前はね一緒だったと思うんですけど、テオフィリンの場合は、先発品の名前、商品名っていうのがそれぞれ違っておりまして、12時間から24時間持続の方はテオロングとかテオドールっていう名前なんですけど、この24時間持続の方はユニコンっていう名前なんですよね。この種類がいくつかあるところも紛らわしい点でございます。成分名だけのね、後発品も存在しているんですけど、この24時間持続の方はテオフィリン除胞流錠っていうね、名前、このアルファベットが入ってくるので、ここはね、見分ける点かなと思いますね。このテオフィリンに関しては本当に特に初回処方の時に入力ミス、調剤ミスが多い医薬品になってくるかなと思いますので、注意が必要かなと思います。ということで2つ目がテオフィリンでした。それでは続いて3つ目ですね。一般名処方部門では最後の医薬品になります。3つ目の医薬品がフルチカゾンになります。これ、フルチカゾンで言うと、吸入薬であるとか点鼻の医薬品が存在するんですけど、僕が間違いやすいと思うのが点鼻のフルチカゾンになりますね。これ僕前にステロイド外用薬に関する動画をね作らせていただいたので、そちらね詳しくは見ていただきたいんですけれども、フルチカゾンの点鼻薬に関しては成分が2種類あるんですよね。一般名処方の記載で言うと、フルチカゾンフランカルボン酸っていうものとフルチカゾンプロピオン酸というものがあります。それぞれ先発品の名前も違っていて、フランカルボン酸がアラミスト、
の、プロピオン酸の方が、フルナーゼになってますね。最近ではフルナーゼ販売中止になったと思うんですけど、まだ現場で見ることはありますので、注意が必要かなと思います。このフルチカゾンっていうのだけを見てしまって、薬剤師さんが、調剤であるとか、ジムさんが入力してしまった場合に、インシデントが起こってくるんじゃないかなと思います。見分ける方法としては、フランカルボン酸の方のアラミストが1日1回で、プロピオン酸の方に関しては、フルナーゼなので、1日2回の使い方をする、点鼻薬なんですよね。ここがね、調剤とか、監査で、ちゃんと合ってるかどうか確認できる点かなと思いますので、注意して見ていただければなと思います。ということで、一般名処方部門、最後3つ目がですね、フルチカゾンの点鼻薬についてでした。それではここから先はチャプター2、配合錠に関する取り間違いについてお話しいたします。そもそも配合錠って何っていう話をさせていただくと、配合錠っていうのは2種類以上の成分が含まれていて一粒になっているものを配合錠と定義させていただきます。この配合錠が存在することによって患者さんがね、飲む錠剤数っていうのが減ってコンプライアンスの向上につながるんですよね。ただこの配合錠の中にも含まれている成分の量によって種類が存在しているんですよね。これは高圧薬であるとか糖尿病治療薬に多いんですけれども、どういう表記になってくるかっていうと、有名どころで言いますと LD と HD、AP と BP、MD と EX、みたいな感じで2種類存在している場合が多いですね。これ例をお示しした方が早いのでザクラスでやらせていただきます。ザクラスの配合錠っていうのは先発品名で、後発品がジルムロっていうやつですね。含まれている成分はアジルサルタンとアムロジピンの高圧薬のね、治療薬が2成分含まれているものになります。で、これご丁寧に処方箋でザクラスの HD か LD みたいな感じで記載してあればすごいわかりやすいんですけど、成分名で記載されてくるパターンがあるんですよね。アジルサルタンの成分の量に関してはどちらもね 20mg で一緒なんですけれども、 LD の方がアムロジピンの 2.5mg 配合錠みたいな感じでなっていて、 HD の方が 5mg になってるんですよ。このアムロジピンのカッコの中を見間違えるというか見過ごしてしまって違う方を渡してしまうっていうね、リスクが生まれてきます。この配合錠に関しては初回処方の時、もうこの患者さんは配合錠自体初めて飲みますよっていう場合はミスが起こりづらいんですけど、どういう時にミスが起こるかっていうと、普段から配合錠を飲んでいる方の配合錠の種類が変更になる時、この時がすごくね、インシデントが起こる可能性が高くなります。例えば今の季節で言うと夏じゃないですか。夏って一時的に血圧が下がったりしますので、普段ザクラスの HD を飲んでる方が LD に変更になっていた時に、いつも通りのお薬だと勘違いしまして HD で渡してしまうことが起こったりしますね。普段僕がね、業務の中で気をつけてることがあって、もちろんね、ジムさん、薬剤師さんは調剤監査を正しくやんなきゃいけないんだけれども、そのように監査を見逃してしまう場合がありますよと。そのような場合は患者さんにもしっかり監査していただくのが僕は大事かなと思ってまして、投薬時にその患者さんに医薬品のデザインを見せながら説明するよう意識しておりますね。それで監査を見逃してしまったとしても、なんかこれいつもと違くないみたいな、とか、あとは今日なんか薬変更になる話あったよみたいな、このお薬、血圧のお薬変更になるんじゃないのみたいな感じでご指摘いただくことがありますので、患者さんの目でもしっかり監査していただくっていうことが大事なんじゃないかなと思います。あとは配合錠の面で言うと、具体的な医薬品ではアルファベットじゃなくて数字でね、存在しているものもありますね。これ4種類あるやつで、アムロジピンとアトルバスタチンですね。高圧薬と、あとは高コレステロール結晶か。この2種類に使われる医薬品で、カデュエットっていうのがあるんですよね。ジェネリックの名前がアマルエットっていうのがありまして、これ1から4番まで存在していて、それぞれ成分の配合割合に差があるものになりますので、こういった配合錠4種類あるものがありますので、あんまり現場では使われてないと思うんですけれども、このようなね、配合錠に関しても注意が必要かなと思います。ということで、チャプター2、取り間違いの多い医薬品配合錠に関するお話でした。